はい、皆さんこんにちは。K さんトラック置いとってもええって迎えを呼んでから帰りました。この間に前から気になっていたところを見てみましょう。内装はすごく作り込んであって、オーディオもお金がかかっていそうです。4年ほど前に一緒に中古車屋さんに引き取りに行って、そこからオーディオは一度も鳴ったことがありません。どんな音がするのか気になっていたので、勝手に原因を探ってみよう。大小のデコデコが2つにキー連動の巨大リレー、サブウーハーが2発、アンプが3段重ねになっています。デッキ本体の裏の配線を調べていると、常時電源の黄色い線に電気が来ていなかった。線をたどっていくと、この小さい方のデコデコにつながっています。黄色い線が黒端子、黒い線が赤端子って逆じゃね？もう壊れてるかなと思いながら入れ替えようとしたら、ただつまみのネジが入れ替わってるだけだった。デコデコは正常なようです。電線はたどった限りつながっているのに、どうして電気来ないのかな。デッキ裏はきれいにまとめられていて、割と見やすかったです。原因が判明しました。この2極カプラーの中でプラス端子がきっちり刺さらず、引っ張ったらスッと抜けました。これが原因か。ロックの爪をしっかり起こしてカプラーの中に入れ直します。電源入った。でもフロントスピーカーしか鳴ってない。デッキの LR 出力に刺さっているのがフロントのアンプでしょうね。本来ならデッキからイコライザーに入って、イコライザーからフロント、リア、サブウーハーへと振り分けられているはずです。何の表記もないので、どこが出力か入力かわからない。LR が4つずつあるので、1つ入力で、残りがフロント、リア、サブウーハーのはず。機種が古いのでネットで取説も見つけられず困っていたら、
同じ時代のアルパイン製イコライザーを取り付けているブログ記事を発見。説明書がないからわからんな。無事につなぎ方が分かりました。 ETC カードが挿入されました。有効期限は2027年9月です。権利の関係で怒られそうなので音量下げますが、見事復活です。前オーナーさんから入れっぱなしのカセットテープが15年ほど前の楽曲を再生してくれています。オレンジレンジにゆい、いい感じです。賑やかなグラフィックイコライザーが当時っぽくていいですね。もう若い人は CD チェンジャーとか知らないらしいですよ。フロント、リアにそれぞれ 3-way スピーカー。大型サブウーハーが2発。見えにくいけど奥にフロント、リア、サブウーハー用にアンプが3つ。狭い空間にうまくインストールされています。作った人のセンスがいいですね。古くても壊れてないアルパイン製品もいいですね。ただオーディオ鳴ったよ言って K さんに言ったら Bluetooth 対応のデッキに変えたいなって言ってましたね。配信全盛の現代にテープや CD 持ち歩かないですもんね。お聞かせできないのが残念ですが、大迫力サウンドが蘇ってよかったです。